おはようございます。たかしです。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。まずはポンド円の冷やしからです。基本的にはポンド円はまだ下落トレンドを崩していないという話をしました。ただ昨日の上昇でそれを崩すのかっていうところまでは上昇してきたんですが、現在の流れはこういう流れ、そしてここからこういう下落が考えられるんですが、先日お話ししていたのは、ここ GMMA でサポートされて上昇してきているので、このまま上抜けていく可能性がありますよと。ただし、現在直近の動きを見てみると、この過去の高値が意識されてきているのがわかりますよね。つまりこれ、日足でのダブルトップになってきております。もしこれダブルトップから下落するみたいなことになってくると、かなり大きな下落になってくるので、そこは注意が必要なんですが、基本的には GMMA の青帯の上に今ありますので、下がってきたところはまたこういう動きを想定しておいてください。とは言っても、直近ではストキャスティクス高値圏ですよね。ですので、ここからは大きめの下落には警戒が必要です。では、4時間足です。4時間足は上昇トレンドという話をしてました。こういう上昇の仕方をしてきたんですが、昨日は強く上昇してきました。ただ、先ほど日足で見たように一旦の節目まで到達したので、本日は下落方向の動き、こういう動きを想定しておいてください。もちろん、現在の上昇っていうのは GMMA に沿ったものですので、ここを下抜けてくると大きめの下落になってくると思います。今までの動きを見ていると GMMA から反発してますよね。なので GMMA 付近までの下落は想定しておいてください。そこから反発できるのか、そこを下抜けてくるのか、ここを下抜けてくると、先ほどの日足の大きなダブルトップでの下落になっていくと思います。では、1時間足です。1時間足も綺麗な上昇トレンドを作っているんですね。ただ、これも伸びきってますよね。上昇が伸びきってますので、ですので本日は一旦の下落。今、GMMA で接触して過去も動いてますので、今本日はもうすでにその付近まで下落してきました。ここから反発できるのかどうかっていうところを見ておきたいんですが、今結構強めの節目に来ております。先ほどの日足の節目ですよね。なので、この程度の下落じゃなくて、もうしばらく下落方向への動きは考えておいた方がいいと思います。どこまで下落するかわかりませんが、目安としてはこの辺の水平線ですね。直近これ、過去の高値このあたり、193.5 付近っていうこの赤と白のこの水平線付近、このあたりまでの下落は想定しておく。そこからの反発上昇という考え方ですね。ただ、もしここまで下落してくると、1時間足の GMMA、ここに今ありますが、それを下抜けてくることになりますので、GMMA としてはこういう動き、今ここからこういう動きをしてくると、こういう動きになってくると思いますので、次もしここから、先ほど言ったようにここから上昇できた、ここから上昇できたとしても、GMMA が上値を抑えてくる可能性は十分にあるので、そこの動きをイメージしておくと、トレードがやりやすくなると思います。もし本日このまま上昇していった場合ですね、昨日の高値を上抜けてくればそこから再上昇なんですが、上抜けられなければダブルトップになってきますので、まずは昨日の高値を抜けられるかどうか、そこでのダブルトップになってくると、今ですとこういう動きですよね。で、結果的にはこの辺付近まで下がってくるのかなというところ、どちらにしても本日は下落方向を見ておきたいですね。ではドル円を見ていきましょう。ドル円も昨日の上昇でちょっと形が変わってきました。今までは GMMA で上値を抑えられて下落してきた。そういう動きだったんですね。で、直近でもそういう動きでしたよね。GMMA で上値を抑えられて下落という、そういう動きだったんですが、結果的に今 GMMA を上抜けてきました。ということは、今までこれ、レジスタンスになっていた GMMA がサポートに変わる可能性がありますので、こういう動きを想定しておいてください。今はストキャスティクスは高値圏ですので、基本的に今日は下落方向を見ておくのが良さそうです。では4時間足です。こちらもポンド円と同様4時間足は上昇トレンドを作っておりますが、もう昨日の上昇で伸びきっているんですね。ストキャスティクスは高値圏ですよね。ということは本日はこういう動きを想定しておく。基本は上昇トレンド中ですので、下がったところ、こういうところから押し目買いをしていくっていう考え方なんですが、逆に言えばここまで下がってくるのを待たないといけないので、本日は下落方向の動きをイメージしておきたいです。では1時間足です。1時間足もわかりやすいですよね。GMMA に接触して上昇してきてますので、基本的にはこういう風に今伸びきっている状態なので、こういう動きを待ってください。本日は下落から始まってますので、調整の下落ですね。GMMA までもう少し距離があるので、もうちょっと下落するのを待って、ここでの反発を確認しておくという、こういうイメージですよね。だいたい147円前半ぐらいでの反発を見ておきたい。ただし、GMMA の青帯、下抜けてくると一旦は下落方向に動きやすくなると思いますので、この辺ですね、145円のミドルから昨日のこの窓埋めをしてくる可能性があるので、145円、やはり前半ぐらいですね、そのあたり、このあたりまでの下落は想定しておくといいと思います。
ですので、ドル円も考え方は単純です。一時間足 GMMA の青帯に接触するのを待って、そこからの反発を一旦はイメージ。そこを下抜けてくると、昨日の安値ぐらいまでの下落を想定しておく。そのあたりまで下がってくるとまた反発しやすくなるポイントまで下がってくることになりますので、その辺での下げ止まりを待って、そこからの押し目買いも考えられますし、先ほどポンド円で言ったように、今ここから下落していった場合は GMMA を下抜けてくるので、その場合はこういう動きが想定できますので、その下落に乗っていくことも可能です。なので本日は反発の上昇を待って GMMA を下抜ければ一旦の下落、下落しきればまた再び上昇っていう、そんなイメージが持てますので、方向感としては非常にわかりやすいんじゃないかなと思います。それでは本日は以上です。現在使用しているチャートはトレーディングビューなんですが、非常に使いやすいチャートですので、まだご利用でない方は概要欄に URL を貼っておきますので、無料登録から始めてみてください。有料の登録もできるんですが、まずは無料で始めてみて、必要であれば有料に切り替えればいいと思います。また、ノートのメンバーシップ会員を募集しております。毎朝更新の詳細な分析と、週末には FX のスキルアップのための限定動画を配信してます。朝の配信はながら聞きでも知識が入れられるような内容となっております。毎朝の配信をしっかり視聴して、FX のスキルをコツコツ上げていってください。こちらも概要欄に URL を貼っておきます。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。